いよいよフロント周りですね。ノーマルのショックタワー、もう削られてないですし、ここに入ってたリブも削ってありますね、綺麗に。で、それから、ここの開口部、リンケージ避けるための開口部もね、少し広がってますね、こっちに向かって。あと、バッテリーホルダー改造するためのね、穴ももうすでに開いてます。このまま全部組めるようになってますね。で、フロントにショックタワーつけます。で、こうなって傾くから、この状態でねじ止めることできないんで、まず、こちらにねじ止めしてから、シャシ側に取り付けになります。取り付けは2箇所ですね。はい。で、シャシに取り付け、裏側から3の10のビスで締め込みます。気持ちいいですね。難なく取り付きました。ステアリング周りの組み立てになります。キットの内容物以外にこちらの部品が必要になります。730ラバーシールベアリング、DB01 アルミステアリングポスト、XV01 アルミステアリングアーム。これらが必要になります。まずこの部品をこちらに、セットしていきます。まず、ステアリングポストをサラビス、3の6ですかね。サラビスで、こちらの方にくっつけていきます。ちょっとねじ止めしときますかね。こちら緩むとね、ちょっと後厄介なんで、ねじ止め剤を使って組み立てたいと思います。3の、6のサラビスですね。ちょっと、ついてれば大丈夫です。後でばらす必要のない部品に関しましては、ネジ止め剤塗っといた方が安心ですね。シャーシに取り付けていきます。で、3の10の、ビスと、フランジナット、左側を先に固定した方がつきやすい。これフランジなんでギュッと締めとけばね、緩みません。さっきちょっと説明抜けてました。こちらのワイパーを指示するのに、850のベアリングが、計4つ必要になります。めちゃくちゃハイグレードですね。ベアリングが入りました。ワイパー組み立てていきます。で、ベアリング。スポット入ります、こちらも。リンケージがつくとこの、ビスは3の8。かかりが浅い感じもするので、そして、で、ワイパーと、連結部品を6の8の、ビスで組み立てていきます。ステアリング周り完成ですね。あらかじめ、ターンバックル組んであります。間、53ミリ。左右とも53ミリで作ってあります。後ろのアッパーアームと同じ向きに組んでありますかね。ギザギザが、右によって同じ方向に回せば、伸びたり縮んだりが同じになるように。メインシャーシにいよいよドッキングですね。スムーズ。3の6の今度はビスで固定です。3の6。はい、つきました。DT02 とか DT03 に標準でついてるサスアーム。こちらもね、この車のためにちょっとね、一箇所穴開けが必要なんだけども、その穴開けも済んだものが入ってます。で、こちら、ノーマルのね、部品に変えて、こちらの方をつけることによってロアアームがマウントできるようになってます。スキッドがね、結構バギーらしいスキッドがついてます。これをつけていきます。スクリューピン。新越の501グリスですね。G501。樹脂を使った車には最適のグリスですね。新越の、G501 っていうね、グリス。これ小分けにして、100均で売ってたケースに入れてるんだけど、チューブに入ってます。すごいですね。ほんとノーマルみたいに組んでいけますね。スクリューピンの入る方向が違ってた。
ネジは後ろ向くみたい。こっちだったね。こう入るみたい。はい。なんかもう最初からこうだったかのような仕上がり。これまた高級なベアリングで組んでいきます。本当こう、市販品みたいな造形で作られてますね。9ミリなんですね、ハブ。スターディッシュホイールのリムの根元ぐらいにね、いっぱいこうリブが立ってるんで、それを多分クリアするためだと思う。クリアランスもバッチリですね。シム調整の必要も感じませんね。で、C ハブにくっつけていきます。C ハブには上下はないのかな？なんか点々ついてるけど。組み立てにはフランジパイプが必要です。コンプリートキットには付属してます。C ハブの上下に内側からセットするようになってますね。細かい部品落ちやすいんでね、こうやってね、グリスで貼っとくといいかもしれない。フランジパイプとか、ここにグリスで貼っとくと、落ちなくて、なんかイライラしなくて済むかも。ここにグリスで貼る。そうすると落ちません。はい、できました。そしたら、これをつなぎますね。アッパー側のピロボールはターンバックルセットに付属のものを使います。ネジもね。ターンバックル作ります。ターンバックルは3の32のやつね。で、適当に、締めといて、反対側逆ネジ。で、このクリアランスは16ミリになるように作ると。はい、反対側もできました。アッパーアームのピボットですね。3の10のビスと2ミリのアルミスペーサーと付属の、ボールエンド。ショックタワー組むときにもうつけといてやればよかった。はい、閉めました。あとは、組み立てていきます。うっかり忘れてましたけど、ステアリングの、リンゲージ用のネジも、つけておきましょう。ネジ、3の6の、ボタンヘッドビスに、5ミリのピロボール。はい、つきました。ステアリングリンゲージ、止まった。はい、フロント周り、できましたね。いい感じ。いいね。すんごいスムーズに動く。ダンパーはスペーサー入れて、上の穴にと指示があったので、上の穴にくっつけます。ダンパー下側の固定に関してネジの指定とかがないような気がするんですけど、このダンパーの場合は20ミリ、3の20で大丈夫だと思います。3の20の、ビスト、そしてロックナットを止めるのちょっと難しいかもしれないけど、頑張りましょう。こんな感じ。割と面倒かな。でも、つきました。いい感じですね。で、もう一つ、優れものパーツですね。グラスホッパーとかホーネットね、昔からやってる人はよくわかると思うんだけど、ノーマルの蓋がね、ほんと面白いように、ジャンプの後とか落ちてくれるんですよ。
で、バッテリー引きずって走ってくるね。そういうのがなくなる優れもの部品です。もう本当によくできてるな。この切り欠きのところにね、ピタッとね、収まるんですよね、ここが。で、平面になるっていうね、心にくいですね、この辺が。妥協がないですね。ディテールの。ちゃんとね、この、ノーマルのこの、イメージで、この切り欠きもちゃんと作ってある。取り付けは簡単で、内側から、頭の低いビースで締めるだけですね。締めるだけ。こういうラチェットのドライバーがあるとやりやすいかも。そして、これはでも機能的にはいるのか。なるほど。ここを反らすために、これは、こんな風になってるのは、ここを反らさないと入らないからみたい。あ、これでバッチリですね。なるほど。ちゃんと機能的に事情があるんですね。なるほど。で、いい感じですね。で、ここを、これはいいですね。持病が解消されましたね。ちなみにうちのクラスホッパーはネジ止めになってます。この部分が。あと、心にくいパーツ、もう一点。これは一体何でしょうか。実は、これはですね、この穴、わかりますね。この穴というか凹みですね。これを埋めるための部品なんですね。すごいですね。こんな風に埋まります。上からネジで留めてやりますね。部品単品でも出るのかな。欲しい、これ。うちの子たちにもつけてやりたい。後ろ側のサーボ取り付けにね、A 級部品。そうだよね。今これ、何のためについてるのかわかんない。完全な盲腸みたいなパーツだよね。これ我々の頃はね、この辺に、3段、変速スイッチがついてたんで、それを動かすためのサーボのマウントですね。これ完全な不要部品ついてんだね、ランナーに。組み立て説明書で、これ天地逆についてるなと思ってたんだけど、なんでかわかった。そっか、これ天地逆につけないと、例のカバーがつかないんだね、ここに。そういうことですね。もうフラットに。素晴らしい。で、ついに、ドッキング。これさ、グラスホッパーベースだと、この部品がついてるんですけど、この部品ね。ホーネットについてないんだよね、この部品。あれ、昔からそうだったっけな。なんか昔は、なんかホーネットも不要部品だけど、ついてたような気がするんだけど。で、ホーネット買った場合は、この部品が必要になるから、グラスホッパーのギアボックスセットを一つ用意しないといけません。そのホーネット組んだ後に、また部品が余っちゃうから、それで4読のギアボックス作ると、次またそれをつける際にこの部品が足らなくなるんで、またそれを買わなくちゃいけなくって、それを買うとまた部品が余るから、以下略。永久期間ができてしまいます。あとは上側を止めるパーツなんだけど、これね、これをどうするかっていうと、これがここにカポッとはまっちゃうんだよね。いやー、これはかっこいいですね。これをネジで塗って、っていうか、ヘックスのタッピングビスなんてあるんだね。びっくりした。はい、つきました。かっこいいね。できましたよ。ここで、忘れてた。一つ忘れてた。フロントバンパー。ショートバージョンですね。まだこれプロトタイプだそうです。ショート。かっこいい、これ。見て見て。R になってるんですよ、ここ。ね。より短さが際立つね。これはかっこいいですね。これもヘックスのタッピング。これかっこいいな、このタッピング。これ全体に使いたいですね。できればね。やっぱオーバーハング今のバギーと比べて大きめなんで、こういう鼻先が短くなる機能パーツはすごくありがたい。いや、どうっすか、これ。かっこいいですよ、これ。はい、とりあえずメカ乗せて、形にはなりました。細かい調整ね、これからしていかないといけないんですけどもね、走らせるのが楽しみです。
あ、そうだ。走行前にね、ボディ、加工しないといけないんですよね、これ。ちゃんとね、ボディ加工用のね、ジグがついてます。まずこれ、後ろのジグですね。この後ろのジグを、こうやって当てて、この部分、気が希望がないんで、マジックでマーキングしました。よくわかんないか。これ、ジニクロだから。肉眼では見えます。フロントがここ当てて、開口部こんだけ広げてやらないといけないみたい。はい。反対側もこれ反転させて。いや、本当によくできてますね。このキットね。このガイドは、後々使うと思うんで、大切に取っておきましょう。ガイドに沿ってカッターの子です。刃を入れていきます。あらかた切れたら、今度は横の線をカッターで何回か筋入れてやると切れるはず。まだちょっと甘いか。ある程度カッター入れてやったら、キット折ってやる。折れるんで、折ります。あとはね、粗いところを削ってやれば OK。これはね、後で使うらしいんで、取っておきます。補強入れました。2ミリの8ミリだっけ。そしてさっきガイドでつけた、印に従って削っていきます。はい、左右とも切りました。僕の4読ホッパーにも使ってるボディなんでね、少しあらかじめね、削り込んである部分があるんですけど、これで多分当たらないはずです。はい、どこも当たらず乗ってますね。ボディもついて完成しました。まあ完成って言っても、こちら、キットの中に入ってるこちらはね、まだ、ついてないんですけれども、まあ、そのうちこれオリジナルのカラーリングで塗った時に使えばいいのかな。これは密着ロンで下処理した後、好きな色に塗っていくような形になります。今、梅雨なんで、なかなか晴れなくてね、ちょっといつ走らせられるかわかんないんですけど。念のためですけども、グラフコラボさんのコンプリートパックの中に入っているグラスホッパーのボディは、すでにこの部分が加工されています。ここと、ここ。ちゃんと裏側補強も入ってる。念のため。